はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日は和牛の腕をばらしていこうと思ってます。よろしくお願いします。これは熊本県産和黄牛です。これの、ぶどまわり計算も一緒にしたいっていうのと、いろんな方がね、いろいろとお肉のことを勉強したいという問い合わせもありまして、大雑把な原価計算が見るだけで計算ができるかなと。で割に焼肉屋さんとかですと腕を使われるとこが多いので、見ていただけると簡単な計算ができると思います。でここは腕の上身筋、だいたい全部焼肉で使うとなね、全部使えやんことはないんやけれども、腕のお肉の方のがね味があって個人的にはええかなと僕は思うんですよ。この上の部分が上身筋と言われる場所で、僕はあんまり好きじゃないです。食べてまずいという意味じゃなくて、変色が早いから早打ち僕は売りさばいてしまいたいというので嫌いというだけで、肩ロースというよりも赤身系かなこっちは。でロースと肩ロースがつながっとるみたいな。昔はね腕ってみんな嫌われよった。ロース系がよく売れて、腕っていうのが割にスーパーさんとかいろんなとこで安く売っとったし、年末とかになると肩ロースがメインやったから、どこの肉屋さんも腕が余りよったよね。だから肩ロース買ってくれたら腕も付き合ってくださいってよく言われよった。和牛の腕なんで年末とかやったらむちゃくちゃ安かった。だからこれを上手に新物用とかお歳暮とかああいうのに皆さんよく使われる方が多かった。基本的に腕でもカルビー材とかそういうとこにはなるんですけど、腕はミ筋がついとるから割に使われる方が多いですけど、昔そんなミ筋ってあるのはあったけどそんなに主流じゃなかったからみんな嫌われよった。でこれが上身筋で、ここにこう、肩甲骨の骨がついとるところで、ここはね色が変わるのがすごく早いです。こことこの身筋でもこの上の方、色変わるのが早いで、あとこれは希少部位ってよく言われるんやけど、鳥のささみみたいな形のやつがあって、名前で言うと、ささみとかね、こちらのこの上の上身筋という希少部位、ここはね美味しくて柔らかくて味もいい味してます。濃厚な味だけど骨がついてた場所だから色変わりは早いと。だから僕はあんまり好きじゃない。うちのお店で言うたら週末とかはやっぱりお客さん来られる、頻度も多いので、なるべく週末使うというやり方を僕はやってます。そしてこっちが瓦という、屋根の瓦に似とるとかね、これがカルビ材並材にしたり、物が良かったらこの辺ぐらいまではいいカルビで出せると思います。そしてここがすねみたいな感じのとこやね、でこれが焼肉ではなかなかならない、上手にね。でここの部分は硬いから、うちでは煮込み材に使ったり細切れに一緒に使ったりうちはしてます。これは硬いです。ここが肩三角とか栗とかいう場所になります。食べて美味しいのはここは割に美味しい。だからみんなここを欲しがるよね。こことこの身筋をね。この腕の買い方としては、この辺の部分っていうのはここの部分はねこうやって真空パックなどでも厚いか薄いか見ることできるんやけど、ここにカッパがついとんでハスるっちゅうことはお肉屋さんはなかなかしないんですけど、ここの身筋とこの栗のちょうどこの真ん中、ここが油がガバッとついとるから、これでぶどまり計算すごく変わります。この油の量の多い少ないを見るのは割に見にくいんやけど、見れへんねんけど、こういうとこ見ると油少ないから、こういうとこはね。ただこの真ん中、ここでぶどまり計算すごく変わります。でここは肉屋さんとしてもこのカッパがついとるとこっちのは削るちことせんからそのまま開く。だけどここら辺とかこの辺は削ってあるけど、真空でしてある時やと上手に業者さんもしとるから。ここの下が一番油が多い。
そこが腕を買った時の値段が変わる。これね、まあこれはまあ普通やと思うけど、ここがもうすごいガバーッとついてるやつがほんまにこれぐらいあるやつもあるし、もう全然値段変わってくる。でこれがミスジ、これが肩三角栗と言われる場所になります。そしてこれがまあ少しこれぐらい油削ったけど、こういうミスジ、まあいろんな業者さんがね持ってくると、ミスジ買ってくださいってくると思うんですよ。買う時にこういうようなね場所を見て皆さん買われると思います。そしてここの油がこんだけついとったらまあ誰も買わんとは思うんやけど、これでミスジ、5,000円でいりませんかって持ってくると思うんですよ。でその時に5,000円やったら安いなって思われるかもしれませんし、自分でバラして見える人やと大体わかるとは思うんですけど、結局はねこれも取ってあって、この辺全部ツルツルにしてあって、極端に言ったら8,000円9,000円のやつ買うた方が得なんですよ。であともうちょっとこのミスジの下にこのいらんお肉がついとるから、これが取ってあって8,000円9,000円もしするんであればそちらの方が得です。でこのままの状態で4,000円やったり5,000円って買うやつは結局は1万円ぐらいついてくるから、だからこういうの全部取ってあるやつを買った方が得です。この状態で、3,000円で買いませんかっていう業者はまずないと思うしね。3,000円でもし売っとんのやったら僕も買うけど、このままの状態で目方測ろうか。この部分がまあ瓦とか言われてると、これで1622、また削らなあかんから2割5分ぐらいはロスが出ると思う。上見筋乗るから1760。これも油はねついてないけど使えない部分も多少出てくるから、これも2割ぐらいなくなる。肩三角栗とか言われる。 4.76、 ミスジが 4.38、 この硬い部分 1.34 だけど、この数字の通りにはならない。逆に油が少ないやつやとぶどう回りももっと良くなります。ここからもっとバラバラにしようとすると、これで言うたら3割近くなくなる。これも2割5分、これも大体3割なくなる。もしまあ今でも教えてくださいっていう人とかやと、これを見たらまあ来てもらって教えたりするのはするんやけど、後でこの YouTube 見たら復習にはなるかなと。でこのミスジでもここは硬い、こっちは硬いが、ここからここはね、この辺はちょっと使えるけど、僕は駒材。そしてこの油は全部ツルツルに履いてしまうんやけれども、ただ、こっちのこの筋、肉屋さんですき焼き用によく使われるやり方としては、この筋を取るの。この筋太いし硬いから。でこれを、この油をもうちょっとこう成形して、別に全部この油を取ってしまうと割高になるから、3ミリアンダーぐらいまできれいに掃除して、このままスライスしていって、焼きしゃぶ用とかねにされたらロスじゃないけど安くなるから、まあ僕はこれを全部履いてしまうけどね。僕は焼肉用で使うので、やり方はそのお店に考えてやっていけばいいんやけど、やっぱりねこの腕の中で皆さんがよく使いたがるのがこのミスジとこの肩三角栗がやっぱり重視になると思う。だからどうしても腕を一本丸と買うんやと、ここもあるここもあるここもある、これをどのように上手に剥いでいくかでもう原価計算ってすごく変わるから、僕が今やっとることは大体の応用でこうなりますよというだけのことであって、ここであとかこっちはバラバラに
よし、こうのこれも溶いておこうか。ミスジです。でミスジがね、まあこっちツルツルにしてあります。そしてこっちはこのちょっと太いところだけ取ってあると。これ測れるかな。 2.6 に片三角が 3.74。 そしてこの瓦 1.25、 これが腕の分かれるところです。だからミスジでもこれ僕半分に割るのは、まあこっち側はちょっと物が落ちるので、値段をつけるならこっちは中にすると。中にするのでもこの上側は中、下は下とかね。でこれがミスジの一番いいところです。今日は腕をばらした動画になります。これを見てまあ簡単な原価計算もできると思いますし、どれぐらいのロスが出るんかなっていう計算も簡単にできると思います。まあこの通りにはならないですが、およそこんな感じになります。まあうちでもこのような感じで焼肉店で使ったり卸でうちは卸しております。以上になります。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では LINE 公式アカウントの方で、お肉の卸販売を行っております。まずは、LINE のお友達追加の方よろしくお願いします。こういう仕事はさ、やっぱり家族なさんと無理だよな。自分はこれは使う使わんっていうのがあるし、焼肉屋さんも大変やと思って、何でも今調味料上がっとるで採算合うんかなって俺よう思う。